レディは槍飛行機のちょっと変形型で近いとアニメに出てくるような宇宙船っぽいかね、戦闘機っぽいやつにしましょう。子供たちはどっちかというとそういうやつ好きですからね。単純にイカいうよりね、戦闘機って本当はまあ平和主義者なんだけど平和主義者じゃないか、僕はちょっと過激発言すごいよね。問題発言です。飛行社長ね、よし。でこれがイカ飛行機の原型ですよね。もうこれはもう江戸時代からあるというね。これをさらにやらせていただきますね。こうきますよ。そしてだ、これをこう持ってきて、ここだ。よいしょ。イカ飛行機よりは細い形にうん。なるんですかね。イカ飛行機よりは細くしたい。要するにもっと距離が出るようにしたいという感じ。スピードが出るタイプ。やっぱりスピード出すには細さも大事。うん、やっぱ細くないとスピード出ないよね、やっぱり。だけどやっぱり綺麗に滑空させたいので、あんまり細くするともうなんかダーツみたいになってしまうので、それはもう飛行機じゃないよねっていう感じで。確かに。飛行機というよりはもうただ棒、ね、ちゃんとしたルール作らないと、その棒状の飛行機だけがね、飛んじゃうというのもちょっと悲しい話なんで。あとどっかの大学が紙飛行機をくちゃくちゃにして、ね、ちっちゃくして投げて、それが優勝したいって悲しい話がありましたよねそれが航空宇宙学科だったというのが寂しいという感じでね、もうそういう学校の生徒は採用したくないですよね。もう勝ちさえすればいいという感じになると、どうなのっていう感じ。やっぱり少なくとも航空宇宙が入ってるって言って、なんかそんな感じにしてほしかったけどね。まあルールがね、ルールならしょうがないけどね。せめて少しはなるほどねっていう形考えてほしいところですね。最近だから鳥人間コンテストがね、同じ形ばっかりになっちゃったからね。前よく見てたんだけど、ちょっと同じタイプの延長みたいなのもね、ちょっと寂しいなって。昔は奇想天外な飛行機見てましたね。こんなん飛ぶんだろうか言うて、飛ぶわけないよなとか言いながらもやっぱり落ちたとかいう感じ、でもなんか挑戦してる姿が美しかったんですね。なんかあくまでもこの形を飛ばしてみたいとか感じで、そういう飛行機が出てくると、さあどう飛ぶだろうかというワクワク感、ああいうのは本当はもっと欲しいんですよね。まあ同じような形でも違うんでしょうけどね、微妙にそれは当然ね、だからあれだけ距離数が違うんでしょうけど、
今までの形の紙飛行機とは一風変わりましたよ、これはね。いかがですか。今までと違うでしょうね。垂直尾翼